お邪魔します。当然もう電気は消えてます。お邪魔します。すごいなんか立派な和室だけど、結構そのまま残ってる感じが、必要なものもそのまま残してこの家を後にした感じがありますね。ここはキッチン。キッチンもほんとそのままだ。これ時間合ってる気がするけど、2時50分。もう洗い物もそのままだし、夜間が火にかけてある状態。なんだこれ、12月13日 ?1213。なぜ壁にそのまま直接書いてるのかわからないけど、まあ古いっすね。作りは古いっす。玄関に出ないこと、悪徳商法、用心すること。なんか直接、なんかメモを貼るとかじゃなくて、この家に直接書いてるね。人がいなくなってもう随分経つ家。確かにそこら中が埃っぽいね。2階に行く前にここで本当に物音がするのかどうかっていうのもちょっと待ってみようかなって思います。そんな広い家ではないので、1階をぐるりと回っただけでは特に異変はない。ところどころ古かったり、ちょっと不気味な部分はあれど、特におかしなところはないような気がしますけど。この家は数年前までは少なくとも60代女性が一人で暮らしていたが、今は空き家である。農薬を大量服毒したことによる自殺。死亡前、女性は2階のとある部屋で生活をしていたが、最低限の外出以外はその部屋から一切出なかった。産地物から察するにもともとは内縁関係とおぼしき男性も一緒に暮らしていたようだが、女性の死亡時点ではいなくなっていた。その後この家は不動産競売にかけられ、業者 A が所有権を取得したが、死亡女性がいた2階の問題の部屋は何らかの理由により開かずの間状態となっており、立ち入っていないとのこと。業者 A は詳細を伏せる条件にて、この家について売り主から情報を得ることができた。内縁関係の男性については不明。死亡女性は精神を病んで農薬を飲んだとのこと。この家の2階から異音が聞こえる。害獣の恐れあり。2階の問題の部屋には誰も入っていない。我々売り主も詳しくは知らないので聞かれても答えられない。立ち会えるか。なんか確かになんかネズミが走り回るような音が聞こえる気がするね。ちょっと上行ってみるか。カサ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 っていうような音が、ちょっとカメラに入ってるかどうかは定かではありませんが、カサ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 っていう音が聞こえるね。もちろん電気はどこもつかないです。問題はこの2階ですよね。ちょっと行ってみるか。いや普通に怖いからね。ああこれですね。入るな。多少ここ荷物がまとめてありますね。で、1、2、
待って、ドアノブない。これはちょっと気持ちが悪い。3部屋。こっちからちょっと行ってみようか。もうこれすごいんだって、このもう起き抜けのままの状態のベッド。なんというかちょっと汗臭い匂い、皮脂のような匂いを感じますね。当然壁は土壁。ご主人さんがここで寝てたんでしょうね。もう完全に起き抜け。このゴルフの、クラブがありますけど、これは護身用でしょうね、おそらく。ここで何か当時は作業等をしていたんでしょう。すごいね。もうバールでこじ開けられてますね。泥棒が入ってますね。空き巣であろうか。だけど空き巣にしてもこれをやるって結構あれだよね。音もすごいだろうし時間もかかるよね。ちょっと待って、なんかちょっと聞こえるわ。なんだろう。なんかなんかこの部屋の向こうに誰かいるような人の気配みたいなものがするな。わからん、呼吸音みたいなものが聞こえるような気もするし。入るな。誰も中がねどうなってるか知らないっていうのはちょっと怖えな。こっちは綺麗な状態ですね。書斎でしょうか。リビングか。なんだろうな。ここもご主人さんが使ってたような感じなのかな。特に何らおかしな点はない。服だね。何ら変わった点はないです。おかしいといえばこの部屋だけだよね、おそらく。非常に入るのためらわれますけれども、
これでも押したら開くね。でもあの動画を見る限りでは部屋の中からガリ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 、猫とかじゃないのかなってちょっと僕正直思ってますけどね。窓とかから猫が入っちゃって出ようとして助けを求めようとしてガリガリやってたんじゃないかっていう。入るなって言われてるんでね、ちょっと入るんですけど、当然その礼儀をわきまえて入りたいと思います。もう誰も入れないようにこのドアノブも取ったんだろうけど、中入っちゃってたら逆にドアノブ取っちゃったら出れないですよね。でもこの中で生活してたんだから出ないわけにはいかない。あとちょっと腐食したような匂いっていうのはしないので、それは多分ないとは思います。腐食してるとかは。動物の死骸とかありそうなんでも。待って、開かないぞ。ちょっと待って、開かないよ。ほら、もう部屋全体が揺れちゃうよ、これ。なんか釘打ちされてるとかじゃないよね。開かないよ。こっちにドアあるとかじゃないよね。ないもんな。ないよね。開かないですけど。いや、こっちにも入れるドアないよ。どういうことでしょう。いいのかな。ちょっとドンってやっちゃっていいのかな。うわやばい、ちょっと鳥肌やばい。何これ。もう今までで一番やばいって。なんなんだこれ。うわ、ちょっと待って、死とか書いてあるやん。うわ、待って、めっちゃ書いてある。他にも黒い人がいる。疲れる。人生なし。人生疲れた。笑顔禁物。出現注意。ちょっと待って、すげえ。後ろめっちゃスケアやばい。11652111。あなたは誰？禁物笑顔は作らないこと。私は笑顔を作ってバカにされた。びっくりした。待って、なんでしまった？窓開いてないっすよ。しんどい。座らないようにか。ちょっとこれ書いてあることもやばいし。お守り。ちょっと理解に苦しむ。これなんだろうこれ。218115。めっちゃ書いてある。っていうか。223111。めっちゃ書いてるわ。深入りはしないこと。この部屋の深入りはしないこと。めっちゃ書いてあるんだこれ。黒い人がいる。知らぬ存ぜぬで済ませよう。怖え。ちょっと待ってくれ。心臓痛い。助けてって書いてあるからねこれ。
何かに、怯えて精神的にかなり、追い込まれていたっていうことがこれでわかるよね。祭壇だろうな、これは。これを救い求めてたのかな、これに。何これ、他人って書いてあるやん。なんだよ、他人って。この数字何なんだろう。めくるの怖い。すげえ数字書いてある。命の電話。方式。なんか計算してたのかな。あそこにも数字書いてあるもんね。で、これも。下にもあったよな、そういえば。225214。こいる。ちょっと待って、これ。この黒い人影が出たポイントじゃないの、これ。こんなのが出てきたってことなのかな。ここにも出たってこと。あなたは誰？ 11652111。わからん。この笑顔をバカにされたってのもよくわからんな。その黒い人影が笑顔をバカにしてくるのかな。ちょっと何にせよ、ちょっと腰掛けさせてもらおうか。何にせよですね、意味がわからなすぎて、これ大丈夫かっていう感じですけど。ちょっと待って、鳥肌止まんないわ。気味悪すぎるな。これ薬か。今はね、ちょっとこの薬調べてみたんですけど、案の定というか、やっぱり精神的なお薬のようです。精神的なものだと、そう思い込むようにしていた。ただやっぱりこういったことをせずにはいられなかった。振り向くな振り向くなって書いて消してんのよ。めっちゃ足音聞こえてるし、もう怖えな。今その廊下誰か歩いてたって。わかんない。椅子こっち向いてたっけ。怖い。笑顔を作るんだってさ、あれみたいじゃないですか。13物ってなんか笑っちゃいけないとかって言うよね。死が怖えんだよ。死に花丸ついてる感じ。これはメモ帳か。和子怖い気をつけるさん。和子と離れること。怖い。殺される？和子とは必ず離れること。9月30日、月曜日晴れ。人生最後です。すべてダメです。終了です。私の家の部屋です。終了です。さようなら。遺書ですか、これは。この黒い人が和子さんなのかな。わからないな。いるいるって書いてあるもんな。9月30月曜晴れ。嬉しいことありです。ゴミです。生きてます。ほっとするね。今日も一日ゴミのベッドの中です。ゴミも命があります。ベッドにもね。大切な親友がおります。ゴミです。時々ゴミの中にいるの私嬉しくなるの。私ゴミです。大好きです。一人が大好きです。楽しいですね。会話がありますね。何かに怯えていて、字が最後の方はもうかなり
読めないような書体になってますね。神様が助けてくれました。これ誰なんだろう。他人って書いてあるけど、ちょっと人物のあれ写真に見えるじゃないですか。モザイクかけてるんでわかんないと思うんですけど、あれ絵なんですよ。写真に見えますけど、あれ絵です。ものすごい夢です。夢です。夢です。神様ありがとうございます。夢です。完全に夢です。すごいんだよ。もうずっと夢です。夢ですって書いてある。夢です。夢です。夢です。これは遺書でしょうか。和子怖い。和子怖い。殺される。和子怖い人間。まあそのままの意味で捉えたらこの黒い人間ってことなのかな。ちょっと変なこと言っていいっすか。こんな塗りつぶされてたっけ、さっき。僕がさっきここで座ってこの手帳を読む前よりそんなことありえないんだろうけど、こんな塗りつぶされてたっけ。ありえないよね。定点カメラ持ってこようか。黒い人がいる。知らん存ぜぬで。黒い人が現れても反応しちゃいけないってことなんだろうな。こうやって出てきた場所を記録してるから無視ができなかったんでしょう。ちょっとやばいな。この中すごいんですよ、匂いが。あともうちょっとわかんないです。もうここにいた人物なのか、もうその人物が見ていたっていうその黒い人、怖い人なのか、どっちかわかんないですけど、すっごい見られてる感じがします。じとーっとね。汗すごいっていうかもう本当に冷や汗。背筋がゾワッと冷たいんですけど、でもちょっと油汗止まんないですね。ちょっと定点カメラ撮り行くか。ここも怖いんだよ、ここも言うて怖いんですよ。ちょっとセーフティーゾーンがない感じがあります。撮影後に追加調査を行いました。業者 A 売り主からは家族に関する情報を得られなかったため、当該住宅の近隣へ聞き込みをしたところ、興味深い話を聞くことができました。映像、音声ともに許可が下りなかったため、特定されない範囲にて報告します。死亡女性の身内に和子という名前の女性が存在していたことが分かりました。今から30年以上前に当該住宅にて住んでいたが、すでに死亡しており、死因が自殺とのこと。その後、経緯は不明だが、九段の死亡女性と内縁関係の男性が当該住宅に住み始めた。和子の自殺に九段の死亡女性が関わっているかは不明だが、和子は自室に手首をつって亡くなったとのこと。自室がどの部屋であるかは不明。ちょっと待って、同じ音聞こえる。ガリ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 聞こえるよね。ちょっと待って、聞こえるわ。怖え。でも動物なんていなかったよな。ちょっと待って。やばい、ちょっと手元がおぼつかないわ。ちょっと待って、聞こえるんですけど、怖い。ちょっとさ、待って、めっちゃ声聞こえた。誰かいますか？あの部屋怖いっすね。
七夕の家っていうところも相当闇深かったんですけど、まあ多分あれ以上ですね。なんというか、あれはまだやってることはわかるっていう、まあ気味の悪いことしてることには変わりないんですけど、まだその行動原理に理解が及ぶんですけど、ここはもう全くもってわかんないです。あの祭壇も意味がわからないし、この数字、ここだけ書いてあるんですよ。ここでも一回だけ見たってことなのかな。消してんだよね、それでカッコ。ここでも見たのかな。怖い。うわ、ちょっと待って、書いてあるわ。1629-1214。この、すっごい、なんというか、不定期、何の法則性もなくガリガリ聞こえてんのよ。ガリガリゴリゴリ、ゴリ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 、ゴリゴリ、ゴリ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 って。今鳴ってないけど。怖い。ちょっと、もう変なこと言うんですけど、文字が増えてる気がするんですよ。こんなこと書いてあったっけな、さっきっていう。うわ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと一回出ます。最悪な、ありえない考えに至ってしまったんですけど、もしかしてそのゴリ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 っていう音って、これ文字書いてる音じゃないですよね。ちょっと暗闇にしようか。本気で嫌なんですけど。はい、暗闇です。ちょっと一旦こっち切りますね。真っ暗。今真っ暗です。めちゃくちゃ怖い。ちょっともう今の視界を皆さんにお見せしよう。こういう状態です、今。もうこの緑の画面しか見てないからね、本当に。この人生なしの死が、ひらがなの死をバツってやって死ぬの死に書いてありますからね。お守りも逆さま。振り向くな。出現注意。やべ、マジで汗止まんない。で、これ、もう分かってたから言わなかったけど、これ首吊りでしょ。マジックペンでこれ線書いてるんですよ、天井から。やばい、汗止まんない、マジで。ここにもね、矢印書いてあって、怖い人って書いてあるんだよ。ここにも出たことがあるってことだよね。で、もちろんここも。で、あとこっちも。この部屋は、もう10回以上出てるってことだよね。まあだから、もし現れたとしても、もう知らぬ存ぜぬで気づかないふりをしていないと、まあ危険だってことを言ってるんだろうけど、この本当数字が日付じゃないし何なんだ。ちょっと待って。やばい、ライト。やばい。無理。無理。きつい。怖すぎる。ちょっとこれ定点設置しようか。しんどいね。これちょっと定点設置した状態で一旦僕は下に行こうか。あれが果たして何なのかっていうのを突き止めることが果たしてできるでしょうかと。
じゃあちょっとこんな感じで定点カメラを設置して下で待機したいと思います。ちょっと覚えとこう。なんか増えたりね、文字が消されてたりしてんのよ。見間違いじゃないと思うんだけど、マジでこの部屋だけだもんな。あとここに座ってこの祭壇に祈りを捧げてたんだろうね。だけど何らかの理由でもう座るなと。この罰ってのはそういうことでしょうね、おそらく。じゃあちょっと下へ待機します。本当に生活してたまんまだもんね。まだ本当に誰か住んでいるかのような、そんな錯覚を覚えるぐらいそのまま。これちょっともうあんまり見せれないけど、これ契約書だからね、なんかの。置いていくほど、慌てたのか何なのかは定かでありませんが、恐ろしいね。なんか声聞こえるんだよね。ちょっと待って。おーい、おーいって聞こえないですか？おーい。外ではないと思う。やっぱあの部屋なんだろうな。おーいって。これ定点カメラどうなってんだろう。おーいって。僕を呼んでるような声が聞こえるけど。どなたですか？呼んでますか？あれ閉めたっけ？閉めた記憶ないですけど。呼びましたか？僕を呼びましたか？特に異変はない。ちょっと増えてるのか、増えてたりだとか、文字が消されてるかどうかはちょっとわかりませんが、特に異変はないか。うわ、ちょっとめくれてんだけど。うわ、いやもうダメだ。これ全部矢印だ。もう分かった。これ壁紙の裏全部矢印だわ。ちょっともう帰ります。もう矢印だ。全部矢印で。黒い人が現れた場所を全部書いてあるな、これ。この裏も全部。お邪魔しました。帰ります。うわ、ちょっと待って、また聞こえるよ。ちょっと。ガリガリ聞こえるわ。もう行こう。ちょっともうライトもね、もうないのよ。2時間ぐらいいるから、ここに。これだってこんな風にして入れないようにしてるわけだもんね。多分これ、僕が初めて入った人間になったわけだけど、これちょっとね、持って帰ってるんじゃないかっていう疑惑がすごいっす。ちょっともう帰ろう。なんで剥がれたんだ。ちょっと帰ります。
んな風にして入れないようにしてるわけだもんね。多分これ僕が初めて入った人間になったわけだけど、これちょっとね持って帰ってるんじゃないかっていう疑惑がすごい。お邪魔します。これか。うわ入るな。ちょっとさすがに嫌やけど。なんか教えてくれたの？すっげえ近くにいる気はしますね。いや、これやばかったのかな。封印を解いてしまったみたいな、そういう感覚なんじゃないかなと思って。